おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問いっぱいいただいています。以前国産のスライドスイッチと、USA のスライドスイッチ、どちらが品質がいいっていう、そういう動画をアップしたんですけれど、そこのコメント欄にレスポールなどのトグルスイッチについてもお聞きしたいですっていうことが書いてありました。で、あともう一点、いつも楽しく動画を拝見しています。ピックアップセレクターについての質問です。ストラトやテレキャスターに使われているタイプとレスポールなどに使われているいわゆるトグルスイッチの違い、特徴などを教えていただけたら幸いです。こういう質問も来ましたので、今日はですね、トグルスイッチ接点の部分ですね。それと、あとセレクタースイッチの接点の部分の違いを説明していきたいと思います。まず、トグルスイッチについてなんですけれど、この画像を見ていただきたいんですけれど、トグルスイッチって4つの端子が出ていて、真ん中2つを合わせた状態。この状態で使うことが多いですよね。大抵ピックアップからの出力。例えばフロントのピックアップ、それとリアのピックアップがあったとして、それがそれぞれ両端に来ます。真ん中のこの2つの端子をハンダ付けした部分。この端子というのはアウト。基本的にはこういう風な使い方をしますよね。スイッチって単純で、いろいろ端子が並んでいて、どことどこがくっつくだとか、どことどこがくっついていたものが離れるとか、そういう風なことをしてるだけなんですよね。よく全く電気とかそういうことに詳しくない方って、スイッチっていう風に見せられると、一体この中はどんな風になってるんだろうっていう風になんかすごい複雑なことされてるんじゃないかって思われると思うんですけれど、もう本当に単純で金属と金属、接点部分がくっついたり離れたりくっついたり離れたりっていう風にしてるだけなんですよね。で、この動画を見ていただくと、その様子がすごくよくわかると思うんですけれど、最初に接してた部分が、傾けるごとにこういう風に離れるっていう感じです。トグルスイッチの真ん中の状態では、フロントとリア、両方の音が出てます。フロントのピックアップの信号をガチャンってこういう風に離れさすことによって、リアだけが出力されます。リア側をこういう風に離れさすと、フロントの音からだけの音が出ますよね。もうたったこれだけです。スペシャルトグルスイッチっていうのもありまして、これが使われてるケースっていうのはあんまりないんですけれど、こういうものもあります。端子の数が合計6枚あって、片側だけで説明しますと、最初はこういう風にくっついてるんですよね。トグルスイッチのレバーを傾けると、こことここがくっついてたものが、今度は逆にこっちとこっちがくっつくようになるんですね。そういう仕組みです。で、反対側にももう1回路あるので、で、これは3つのピックアップが搭載されたレスポールとかに、使われてたりします。では、セレクタースイッチの場合、スライドさすことによって、ちょうど洗濯バサミのところに接点がスッと入る感じですね。で、見ていただくと分かる通り、一番右側、この部分の端子っていうのは常に接点とつながってます。なので、大体使い方としては、この部分が、出力、アウトになって、ボリュームとかジャックに行きます。で、その他の3本、3つは、フロント、センター、リアとかっていう、そういう風な使い方をすることが多いですね。3点のスライドスイッチと5点のスライドスイッチの違いなんですけれど、この接点の部分が途中で止まるか止まらないかなんですね。この3つの端子の中間で止まるんですね。なので、この中間で止まった時には、例えば、リアとセンターの音が出る。
で、今度はこっち側の中間で止まった時にはセンターとフロントの音が出る。ただもうそれだけですね。はい。ということで、今日は簡単に、こんな感じで、一応おさらい。トグルスイッチの場合は、こういうポッチの接点をこう切り離したり、くっつけたり、切り離したり、くっつけたりしてるだけですね。セレクタースイッチ、レバースイッチの場合は、挟み込むような端子があって、横からこうスライドをさして、こんな感じの原理ですね。レバースイッチの方が、金属と金属同士の接点がこう擦れるじゃないですか。常に、導通がいいのは、まあ、レバースイッチの方ですかね。で、一方、トグルスイッチは、こうやって単にこうくっついたり離れたりしてるだけなので、擦れるっていうことがあんまりないんですよね。割合で言ったら、トグルスイッチの方が、接点不良が起きやすいことが多いですかね。レバースイッチの方があんまり接触不良は起きないです。これはもちろんレバースイッチは、USA 製のレバースイッチと、トグルスイッチを比べた場合です。あ、それともう一つ。この前国産と USA の違いの動画をアップした時に言い忘れたんですけれど、国産と、USA のレバースイッチの違いで、一番わかりやすいのは、つまみを取り付ける先端の部分。あそこの太さがですね、幅が、国産の方が狭いです。で、USA のスイッチの方が、幅広です。もしご自身の、スイッチが、どちらを使われているかわからないっていう場合は、つまみを取り外してみて、そこの寸法を測ってあげると、一つの判断基準になると思います。ちなみに、トグルスイッチも国産と、USA とありますけれど、これはですね、特にどっちがいいとか悪いとかっていうのはあんまりないですね。で、まあ、強いて言えば、USA 製のトグルスイッチですと、よくセミアコ、フルアコ、ES335 とか175とかに多いんですけれど、このセンターポジションにしたときに、ジャーンって弾くと、カタ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 って共振することが結構あります。まあ、どっちかっつうと、国産のトグルスイッチの方はそういうことはないですかね。まあ、あったかもしれないですけど、まあ、圧倒的に多いのは、USA 製のトグルスイッチは、センターポジションにしたときに、ジャーンって鳴らすと、ここの部分でカタ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 共振してしまうっていうのはよく見かけますね。それはまあ特に、ボディが震えやすいセミアコとかフルアコに多いですね。はい。ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。